皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。パン作りで小麦粉の次に多く使う材料である水ですが、皆さんはどんな水を使っていますか？水道水、天然水、炭酸水、水にもいろいろありますが、果たして水の違いでパンはどこまで変わるのか気になりませんか？今回は異なる6種類の水を使ってパンを作り比べて、生地感や焼き上がりの違いを解説します。それではどうぞ。今回使用する6種類の水について解説します。1つ目は水道水の原水。実際にはマンションの貯水槽から来る水なので、水道水とは厳密には言えないのですが、一応ここでは水道水として扱います。浄水器を通していない水を使うので、以下原水と呼びます。地域によって水の硬度や pH は変わるそうなんですが、pH メーターで測ったら 7.4 の中性でした。硬度は48程度なので軟水です。2つ目は浄水器を通した水道水、以下浄水と呼びます。ここで使っている浄水器は蛇口に取り付けるタイプのもので、ミネラル分はほとんど取り除かずにカルキなど不純物を除去する製品です。pH はほとんど変わらず 7.4、 硬度は多少減ることはあってもほとんど変わらないでしょう。それでも飲めば違いをかなり感じられるので、パンで違いが出るのか気になるところです。3つ目が超硬水として知られるコントレックス。その硬度はなんと1468です。pH は 7.2 でした。水道水とほぼ同じと言えます。一般的に硬水は生地を引き締めるとかパサついた食感になるとか言われていますが、異常な硬度を誇るこの水でどれだけ違いが現れるのか注目です。4つ目がサントリーの天然水。みんな大好き南アルプスのお水ですね。硬度は30で水道水より軟水です。pH は 6.9 でしたので記載通りのほぼ7の中性です。軟水は生地を引き締めないため柔らかい生地ができるとか、しっとり感をより強く感じられるパンになるとか言われていますが、今回使用する水道水とはそこまで大きな差がない硬度ですから、わざわざ天然水でパンを作る恩恵があるのか気になるところです。5つ目は炭酸水。コストコで買った炭酸水メーカーで作りました。元は水道水の原水を使用しているので、硬度は原水と同じ48であり、違うのは pH です。炭酸がしっかり残っている状態で 4.3 の酸性で、振っては開けてを繰り返して炭酸を抜くと少し上昇して 4.6 でした。6つ目は市販の温泉水。温泉水といっても源泉かけ流しみたいな硫黄の匂いがするわけではなく、なんなら硬度が 1.7 と圧倒的な超軟水です。なので非常に滑らかな口当たりです。pH は 9.5 でしたのでがっつりアルカリ性ですね。酵母菌は弱酸性で最も活発になり、アルカリ性だと活性が低下すると言われていたり、また超軟水だと生地も緩くなるとか言われていますが、実際のところどうなんでしょうか。要チェックです。以上の6種類の水でパンを作っていきます。それでは早速生地を作って生地感の違いを見ていきましょう。今回の実験はとても繊細な変化を感じ取る必要がありそうだったので、6種類全部手ごねで頑張って作っていきます。こねの回数に誤差がなるべく出ないようにメトロノームの音に合わせてこねました。まずは原水の生地感から見ていきましょう。生地を伸ばすと指紋が透けて見える薄い膜ができます。膜を破る時の抵抗感も比べてみます。次に浄水の生地を見てみましょう。こねの最中は特に体感できるほどの違いはなく、グルテン膜のチェックにおいてもそれは変わらず、ほぼ同じような生地と言っていいでしょう。続いて超硬水コントレックスの生地を見てみましょう。これはかなり違いを体感できました。こね始めて間もない、まだグルテン結合もろくに進んでいない状態なのに、グルテンの繊維一本一本に強いコシを感じます。グルテン膜はどうでしょう。指紋が透けて見えるいい生地はできましたけど、やはり少し抵抗を感じます。その分膜の丈夫さは強いように思います。それでは軟水である天然水ではどうでしょう。生地のコシやベタつきともに原水浄水との違いはさほど感じられません。グルテン膜はこんな感じ。さすがに高度48と30では大した違いは現れないのでしょうか。続いて炭酸水。注いだそばからシュワッとしてます。ですがこのシュワシュワはこねくり回しているうちに落ち着いてしまいます。水道水と比べるとほんの少しだけ生地が締まっているようにも感じましたが、コントレックスに比べたら大したことありません。無事にいい生地ができました。膜質も体感できるほどの違いはありません。最後に温泉水の生地を見ていきましょう。超軟水かつアルカリ性ならさぞかし生地は柔らかくベタつくんだろうなと思いきや、意外としっかり弾力のある生地になって、グルテン膜もご覧の通り
パッと見他と違いは分かりません。膜の丈夫さや抵抗はほんの少し他より弱いような気がしましたが、今のところ何の問題もありません。すべての生地を並べてみました。しっかりこねて滑らかな生地を作る場合においては、どの水を使っても問題はないことが分かりました。丸めや成形の時には確かにコントレックスはコシが強いなとか、温泉水は少し柔らかいなとは感じましたが、無意識レベルで行うちょっとした締め加減の塩梅で調整可能な範囲です。続いて発酵力に差はあるのか見ていきましょう。こちらは焼成直前の生地です。どれも同じ発酵室内で同じ時間発酵させた結果ですが、今回これだけの種類を順番に作ったので、発酵室の扉の開け閉めも多く、その都度庫内の環境は変化し、結構誤差があるはずです。なのでより誤差が少ないであろうこちらのやり方でも発酵を比較してみました。薄力粉と水それぞれ 20g に砂糖 2g とイースト 1g を加えて混ぜた液種のようなゆるゆるの生地です。30分後このようになりました。アルカリイオン水は酵母菌にとって好ましい pH ではない、そのように言われることも以前は多かったのですが、こうしてみると問題なく発酵していることがわかります。逆に炭酸水はパンが魔法のようによりふっくら仕上がるなんて解説してるブログを見かけたりしますが、取り立てるほどの効果はありませんね。意外にも超硬水の膨らみが他より若干小さいです。薄力粉とはいえグルテンは含まれていますし、水が多くてビシャビシャとはいえ混ぜればグルテンは形成されます。そのグルテンがビシッと締まって膨らみにくい生地になっているのかもしれません。生地は風船、酵母菌は膨らませる人にそれぞれ例えて考えると、風船がビシッと締まり強いゴムだと膨らませるのは大変ですよね。加えてあまりに多いミネラルは酵素の働きを阻害するとも言われており、酵母菌の呼吸や発酵も酵素の力を利用した生命活動ですので、硬度の高すぎる水は酵母菌の活性を阻害すると言えます。とはいえこの程度の差であれば数分の差でカバーできそうです。それでは気になる焼き上がりを見ていきましょう。焼き色はもちろんのこと、膨らみ具合もほとんど変わりません。硬度が高すぎると生地が締まりすぎて良くないとか、アルカリ性だと生地が緩みすぎて良くないとか、いろいろな説がありますが、少なくともしっかりこねて生地を作るイースト使用のソフト系のパンにおいては騒ぐほどの問題はないようです。炭酸水だけ食パンの頭と側面の間にできる裂け目パイルが目立ちますが、じゃあ他より圧倒的に大きくなったかというとそうでもありません。体積はほぼ同じくらいですね。では肝心な味や香りはどうなんでしょう。温泉水も含めてこれら6種類の間には体感できる差を感じられませんでした。味の感じ方も香りも全てほぼ同じと言えます。今回使用した配合は風味のある副材料は使っていないので、もし風味に違いがあればわずかでも感じ取ることができるはずです。いわば実験用の配合と言えますので、それでも違いがわからないのですから水で風味が変わるといったことはなさそうです。食感もほとんど違いを感じられませんでした。じゃあなぜ製パンで使用する水の性質に水晶値があるのか。そもそもパンによって材料や工程の影響が大きいものもあれば小さいものもあるってことはご存知ですか？パンの教本なんかでよく見かけるのは、ストレート法は材料・工程の影響を受けやすい、中種法は影響を受けにくいといった説明、見たことある方もいるのではないでしょうか。これはパンの製法に焦点を当てている解説ですが、もっと視点を広くすると、例えば粉の違いによる香りへの影響はバターロールよりバゲットの方が大きいですよね。バターの主張が強い前者より副材料のない後者の方が粉の違いは分かりやすいはず。発酵風味という面で見ても副材料がなく発酵も長時間である後者の方が発酵を工夫する恩恵は大きいはず。そしてバゲットはクープの開き具合がそのままパンの食感や火通りに影響を及ぼすため、すなわち味にも影響すると言えます。このクープの開き具合はもちろん窯の性質や成形テクニックなども要因になりますが、生地の弾力の微妙な強さ加減も要因となります。そしてそれは水の硬度や pH で変わります。先ほど生地感の違いを解説している時に、超硬水はこね始めたその時からコシが強かったと言いました。水の違いによる生地のコシは粉と混ぜ合わせたその瞬間から違いが現れるということであり、むしろ薄膜ができるほどしっかりこねた後よりもこね始めの方がその影響は大きいように感じました。バゲットなどハード系はソフト系に比べてこね具合は控えめにするのが一般的。
それゆえに今回の実験より大きな差が出ることが考えられます。もっとシビアで影響が大きいジャンルといえば自家製酵母でしょう。ミネラルは補酵素としての働きを持っており、各種菌の発酵や酵素分解に多大な影響を与えるので、軟水より硬水の方がいい種起こしができるとよく言われていますし、pH も最初から弱酸性である方が酵母菌や乳酸菌が活発になりやすく、雑菌に負けるリスクが低くて容易だとも言われます。水の硬度や pH でハード系のパンや発酵種がどれだけ変わるのか、需要がありそうなら比較動画を作ろうと思うので、見てみたい方がいましたらコメント欄で教えてください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。